これでわかるジャンヌ・ダルク。オルレアンの乙女、奇跡の少女と言われたフランスの英雄。なぜ彼女が奇跡の少女と扱われたのかより理解してもらうために、この当時のフランスの背景からご説明させてください。ジャンヌは100年戦争の最中に生まれたのですが、その100年戦争とは、フランスの王位争いにイングランドが介入したことをきっかけとして様々な問題をはらんで断続的に続いていた戦いです。フランス王シャルル6世は狂気王と呼ばれていました。王がおかしくなってしまったため、誰が代わりに政治を行うかで争います。フランス南部を持っていたアルマニャック派と、フランス北部を持っていたブルゴーニュ派、ここにイングランドが介入してきます。ブルゴーニュ派がイングランドと手を結び、イングランド・ブルゴーニュ同盟が結ばれます。ここでトロワ条約が結ばれます。これはシャルル6世の娘カトリーヌとイングランドのヘンリー5世が結婚して、シャルル6世の死後、その子供がフランスの王位を継承するという条約。そして生まれてくるヘンリー6世はイングランド王兼フランス王ということになって、実質的にはイングランドがフランスを乗っ取る形になります。そもそもなんでこんなことになったかというと、この裏にはフランスで最悪の王妃と呼ばれたイザボーがいました。夫のシャルル6世が精神的に不安定になっていって、イザボーも被害を受けていました。罵倒され痛めつけられてたのもあり、シャルル6世を見捨て、夫の弟オルレアン公ルイと浮気をします。2人がシャルル6世の暗殺を企てたとの疑いも出て、シャルルはイザボーに怯えるようになります。その後、オルレアン公ルイが暗殺されます。アルマニャック派のルイがいなくなった後、イザボーはより優勢であったブルゴーニュ派の方へ行き、そちらに有利になる条約をしたのでした。ちなみに公の場でイザボーは、王太子シャルルは王の子ではないと公言していたので、シャルルの王位継承に懐疑的な見方が広まり、王太子シャルルはすんなり即位できる状態にはありませんでした。ところが、ヘンリー5世はシャルル6世より先に死んでしまいます。34歳で赤痢にかかり突然亡くなりました。その2ヶ月後にシャルル6世は53歳で亡くなったのですが、ここで誰がフランスの王位を継承するのか混乱します。イングランド側はヘンリー6世を0歳で即位させ、摂政をつけて、ヘンリー6世がフランス王だと言い、王太子シャルルは自分がフランス王だと言います。そしてイングランド軍はアルマニャック派の重要拠点オルレアンを包囲します。オルレアンを取られたらアルマニャック派の負け、王太子シャルル敗北寸前です。そんな時登場したのが、お待たせしました、ジャンヌ・ダルク。ジャンヌは1412年にフランス東部のドンレミ村で生まれました。父は農園を経営し、徴税官や村の自警団団長としても働いていました。ジャンヌはある夜不思議な体験をします。大天使ミカエルなどが現れて神の声を聞きます。イングランド軍を追い払い、王太子シャルルを王位に就かせるのです、と。なぜ神がフランス寄りだったのかは疑問が残りますが、ジャンヌはこれをお告げと取り、つてをたどり、王太子シャルルに会います。最初にシャルルに会った時のことは有名です。なぜなら、シャルルが臣下のふりをして紛れ、臣下に王の椅子に座らせました。噂の奇跡の少女が本物なら王太子が誰かわかるはずだと。ジャンヌは迷わず臣下のふりをした王太子のところに行きました。これによりジャンヌは本物と認められました。でもこれは臣下たちがさりげなく彼女を誘導したからだとも言われています。なぜならジャンヌには奇跡の少女であってもらう必要があったから。シャルル6世は自分が王の子供かわからず、周りに認めてもらえなかったので、神のお告げを聞いた少女がシャルルを王にと言っているなら、シャルルは本物だと思われます。ちなみに
フランスは女によって破滅し、娘によって救われたと後に言われるのですが、破滅させたのはシャルルの母イザボーで、救ったのはジャンヌ・ダルクです。それに加え、この時フランスは度重なる戦いに負け続け、戦費もなくなりかけ、兵の士気も低くなっていました。民衆から神の使いと信じられていたジャンヌを利用すれば士気が上がる。ジャンヌとの出会いの場面が演出だったのかははっきりわかりませんが、藁にもすがる思いでジャンヌにかけたのかもしれません。ジャンヌは騎士としての軍装を身にまとい、軍旗を手に戦場へ向かいます。士気が高まり、風向きが変わって、なんとオルレアンの戦いに勝利しました。ランスにあるノートルダム大聖堂で戴冠式が行われました。王太子シャルルは王シャルル7世として即位。ここは歴代のフランス王が戴冠式を行ったところです。ジャンヌはオルレアン包囲網を解放したということで、オルレアンの乙女と称えられるようになります。その後、イギリスと休戦条約を結び、ジャンヌの軍を解散させました。ただこの休戦は短く、それが切れるとイギリス軍はフランスのコンピエーニュを包囲しました。これを聞いたジャンヌは勝手に軍を率いて援軍に向かいます。そこでジャンヌはイングランド軍に捕まり捕虜になります。捕虜は身代金を払えば引き受けられたのですが、シャルル7世は払いませんでした。なぜか。自分以上に名声を得たジャンヌに嫉妬したとか、勝手に軍を率いたジャンヌを危険視したとか、ジャンヌは異端審問にかけられるのですが、異端者を助けても異端とされる恐れがあったため、シャルルは手を出せなかったとか、いろいろ推測されます。いずれにせよ、ジャンヌはシャルル7世に見捨てられたのでした。ルーアンで6ヶ月にわたって異端審問にかけられます。お前は神の恩寵を受けていたことを認識していたのかと聞かれます。これはイエス・ノーどちらで答えても有罪になる質問でした。カトリックにおいて人と神の間には教会という仲介役が入るものという考えがあり、直接的に神と接触する神秘主義と呼ばれるものは異端とされていたのです。なので肯定すれば異端宣告をしたことになり、否定すれば自身の罪を告白したことになるのです。ジャンヌは、もし私が恩寵を受けていないならば、神がそれを与えてくださいますように。もし私が恩寵を受けているのであれば、神がいつまでも私をそのままの状態にしてくださいますように。と、どちらとも取れない返答で交わします。それではと誓約書を書かせます。ジャンヌは読み書きが苦手でした。裁判の宣誓記述書と思って署名したのですが、それは改ざんされていました。書かれていたのは二度と男装をしないということでした。聖書に、女は男の衣装をまとってはならないし、男は女の着物を身につけてはいけないとあります。ジャンヌにつけられた監視役は男性。ドレスが盗まれ男性用の服しか置かれていませんでした。ジャンヌは襲われるのが怖くて仕方なく男装しました。当時、異端の罪で死刑となるのは、異端を悔い改め改悛した後に再び異端の罪を犯した時だけでした。誓約書でもう男装しないと署名してしまっていたので、これは再犯ということになり、これを理由に1431年科刑となりました。17歳で戦い、19歳で科刑といった激しい2年間でした。ジャンヌの死から約25年後、ようやくイギリスと正式に講和を終え、ジャンヌ・ダルクの復権裁判を行っています。こうしてジャンヌの無実は確定し、聖女としてローマ教皇庁の認定を受けました。ジャンヌの存在はその後大きな影響を与えました。ジャンヌが関わった100年戦争、元は王家と王家の戦いだったはずが、イギリスが介入したことによりフランスを救えとなり、王家という単位ではなく自国とは何かというアイデンティティを生んだ戦いでもありました。そしてジャンヌ・ダルクはフランスの愛国心の象徴として扱われました。
農村で平和に育っていたジャンヌ。神のお告げを聞いてただひたすらに戦った彼女は、後にそういう風に扱われていることをどう思っているんでしょうね。では最後にジャンヌ・ダルクの絵画を見ながらお別れいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。